人間の脳は変化にすごく弱いので、はい。チェンジするってすっごい苦手なのね、全員。でも、それを自分の中でもう、って。ということで、皆さん、はい、皆さん、そうそう。皆さん、こんにちは。with アンヌです。イェーイ、こんにちは。今日は1回目のゲストだったリナのエピソード2を撮っていきたいと思います。イェーイ。アンヌが入れようとしてる効果音全部やってくれる。いいじゃん、省けるね。まあ、anyway。ということで、まあ、今日聞いていくことは、リナ、ターニングポイントと留学へ行きたい人へのアドバイス、見ていきたいなと思いますけれども、じゃあまず、リナのターニングポイントについて教えてください。はい。私のターニングポイントは、25歳の時に行ったオーストラリア留学です。まずなんで、オーストラリア留学行こうと思ったね、明日ね。で、その中で、何が今のリナの思考とか、物事の見方を変えていったのかっていう具体的なことはあるの？そうだね。オーストラリアに行って、もちろん場所もそうだけど、一番はやっぱ出会った人たちがすっごく大きくて、特にブラジルの子とね、親友なんだけど、スーザンに行ってて、で、スーザンと初めて会った時に、パチってなんか感じる時にじゃん、人と会う時。フィーリングがね。そう、クラスにポンって来て、で、ってなったら、年同じ、誕生日近い、みたいないろいろ価値観あって、で、彼女がビーガンだったの。で、そこからもうね、広がった世界が、ブワーって。じゃあ、彼女に出会う前に、ビーガンについてのことって、知ってたの？知らなくて、その時の私のそのビーガンっていうイメージ、何にも知識もなくて知らなくて、持ってたイメージは、そう、動物を食べない人みたいなイメージだった。で、リナはさ、どういう風にシフトしていったの？クリアにスザンヌに出会って、パチって変えれたのか、それともなんか少しずつ試してみようっていう、なんかトライ、挑戦みたいなイメージか。まあ、最初すごいシンプルに、彼女が I'm vegan って言ってて、知りたかったから、彼女のことをもっともっと。で、やっぱその時って英語全然なんか今みたいに喋れないからさ、もう一人でなんか自由時間めっちゃあるじゃん、あっち行ってる時。そのジムに行ってたのね。で、その自転車漕いでる時とかに、もっと彼女のこと知りたかったから、ビーガンとはとか、ビーガニズムとはとか、そこで調べるようになって、私は一番最初にね、動物実験の動画にたどり着いたの。で、それを見て一人で、もう衝撃的じゃん、やっぱり。名前は聞いたことあったけど、本当に何が行われているのかとか、見る機会なんてないからさ、そこで、うわ、ダメだこりゃって思って、で、もともとなんかメイクとかすごい好きっていうタイプでもなかったから、先にそっちの選択が変わったの。食べ物よりも、そう、買うものの歯磨き粉、洗濯する時の洗剤、スキンケア、化粧水とかオイル、あと食器洗う洗剤とかをオーストラリアの時にもうなんかちょっと変えていってた。全部アニマルフリーって書いてある。そう。ビーガンとあとクルエルティルフリーっていう動物実験してないものと動物性の原料が入ってないっていうのはわかるからさ、見れば。そう、それを買うようになって、で、食べるっていう、ビーガンって食べ物だけじゃないじゃない？食べ物が変わったのは、最初はね、向こうにいる時って、
全部ずっと自炊してたじゃん、今もだけど。で、なんか、買わない選択を、なんか普通にしてたの。別に野菜だけでいいし、で、お魚も美味しくないだった、最初は。オーストラリア本当になんか日本と比べるとって感じだったから、普通に買ってなくって、気づいたら、やっぱ彼女と過ごすうちに、友達と過ごすうちに、減ってってたかな。気づかぬうちに。うん。で、いろんな新しい食材を知ったんだよ。わかるのこれ。ね、ビーガンってそうなの。ね、あ、これ、何ナッツってこんな種類あんのとか、こんな豆ってとか、って何とか、なんか、シアシードとかでごめんなさい、ちょっとうるさい。いや、わかるの。それ超わかる。いろんな食材を教えて、その時は畜産で何が起こってるとか、動物たちに何が起きてるとかを全然知らなくて、ただ自分の食事を楽しむ感じで、動物性のものが減っていってた。で、もう完璧に、はい、私ビーガンって名乗れるようになったのは、本当2年とか2年半とか、まあそのくらい、TJ 入ったくらいで、それがなんだかっていうと、その、動物の権利のことをちゃんと知ったの。ビーガニズムってその動物性のものを買わないで、できる限りもう生活の中でそういう苦しみから自分はもう手を引くみたいな生き方であるっていうことを知った時に、種に対する差別がなくなったのに。アンヌ大好きじゃん。で、人間大好きだよ。大好き。何急に。で、大好きで、で、例えばお客さんで来る人もさ、別に大好きではないけど、同じ人として平等に関わるじゃん、当たり前に。で、それを動物に置き換えて考えた時に、ワンちゃんってやっぱ大好きになるわけ。いつも知ってるし、どういう動物か。で、身近だし。じゃあ、例えばそれが牛さんになった時に、別に大好きなんだけど、大好きじゃなくても平等、彼らの命に何も変わりはなくて、違うのは私の考え方だけだったんだね。私の視点だけ。こっちは知ってる人だから大好き。こっちは別に知らない人だから何してもいい。みたいな感覚だったの、今までは。ビーガンになる前は。そのリナが今言ってた、種差別をしなくなったってのが、多分、しっくりくる気がする。そうだね。その、ビーガンっていうと、ただ、動物食べないとか、動物性のものを買わないとかね。っていう、なんか、その事実、行動だけにフォーカスされがちで、じゃあなんでその人たちがそうなのかとか、きっかけはとか、何を元にしてそういう行動をとってるのかって、意外とこう知られてなかったりするけど、それ言われると、私も、だから自分もそうなったのかなっていうのは思うし、確かになんかビーガンになってから、みんなのこと大好きになった。もともと結構人好きだったけど、それよりもっと、ほんとお客さん初対面なのに、なんかもうみんな大好き。お客さんみんなに、どっから来たんですか、何してるんですかとか、いっぱい聞いちゃうし、興味が湧く。なんか多分きっとそれはアンヌの中でもさ、その人だろうが動物だろうが何だろうが、自分の中の差別意識がないからなんだよ。差別とか区別とか、こうだからこうとかじゃなくて、みんなもう当たり前に自分と同じ、なんていうの、命同士っていうかさ、だからこそ行動と思いが一致してるからできることなんだろうね。そうよね。そう、それがやっぱり大きくて、で、そのさ、今まで当たり前だったことが、自分で考えて、これは道徳的に当たり前なのかなってなってさ、当たり前をやめる選択をしたわけじゃん。ってなると、見える世界が当然変わるわけよ。今までの当たり前がもう当たり前じゃない世界みたいな。そう、だからそのビーガンになった頃は、すごく悲しかったんだよね。なんで私一人が変わったってこんな世界は変わらないみたいな、なんか絶望期とかもあったけど、まあ、そこからすごく自分と向き合わないといけないんだなって人生気づくようになったのね。そうだね。だからすごくそこはターニングポイントとかもそうね。やっとその向き合って考えて、もうひたすらもうなぜが消えるまで全部考えるの。じゃあなんで
私一人がなったってしょうがないと思ってるの？じゃあなんで私は今こういう気持ちなの？じゃあなんでってやって、すべての自分の中の矛盾とかをクリアにしていくことで、自分のことをもっと分かれて生きやすくなった。わかる？もうわかるしか言ってない。なんか私よく思うんだけど、こうまず自分を受け入れて、いろんな自分を許せたりとか、そうすると人のことも許せるようになるし、こうなんか葛藤したことがあるからこそ、人がその葛藤に陥ってるって違う。だからその人がなんか悩んでたり葛藤したりするのを自分が分かってあげられるから理解するし、なんか助けようって思うし、ヘルプが必要なら助けられるし、ね。だから君ってそんな太陽なんだね。今わかった。なんかこうやって話していくとリナのこと知ってるようでも、なんかさらにもう好きが増す。いやはい。その留学についてね。あ、そうだね。きっとこう今生きてて、大人でも、なんていうの、学生でもちっちゃい子でも大人でもこう留学に行ってみたいとか、こう外に出てみたいと思ってる人たくさんいると思うんだけど、私の周りもいる。なんか社会人でやってて、もう仕事なんてつまんないよって言って、もう海外行きたいんだよってずっと言ってる子もいる。あ、そうなんだ。なかなかやめられないんだよね、やっぱね。わかる。そういう人たちに対して実際に留学に行ったリナからこう伝えたいこととかありますか？あります。はい。あるそうです。にね、とどまらずなんだけど、自分がやりたいって思ったことは絶対にやんなきゃダメです。ダメって言うの嫌いだけど、自分がやりたいって思ったり、もう心がわってなったらもうやるしかないです。はい。それはなぜか。なんでそう、まあ、留学にとどまらずね、ほんとそう、やりたいって思ったこととか、もう、これだって思ったことをやらなきゃいけないっていうのは、私がいつもね、考えるのは、いつか死ぬじゃん。はい。もうこれに尽きるの。私たちっていつか死んじゃう。それが明日かもしれないし。そう。もう帰り交通事故でって、本当に結構考えてて、死んじゃうってなった時に、だって死んじゃったらもう、やりたかったこと、本当にできなくなっちゃう。で、今ありがたいことに、こうやって生かされてて、できる環境があるし、それができないって思ってるのは自分のマインドだけだから、もうやっちゃおう。で、お金のこととかは、例えば、私の場合だと、もちろん、耐える期間っていうか、それは必要でやりたいことが本当にあるなら、例えばどういうことかっていうと、留学に行きたいってなったら、よしもう行っちゃえって0円で行けないじゃん、この現実世界で生きてたら、だからそのためにお金を貯める期間とか、そういう面での我慢は絶対必要だと思うのね。だからそれがないと実現はできないから、そう。ただそのお金のことばかりを気にしてやらないっていうのは全然違うと思う、目標があってやりたいことがあるからお金を貯めるとか、なんかやりたいことがあるからちょっと今は我慢してここをするためにやるんだぞっていう準備は大事、けど全部ここのため、で今仕事やってる私の友達にすごく言いたいことは超間接的なメッセージ聞いてくれてるかな。そうことは人間の脳は変化にすごく弱いので、チェンジするってすっごい苦手なのね、全員。でもそれを自分の中でもうって頑張れ自分って言ってもうやっちゃったら人生はもう本当に広がるし、なんで人生が広がるかっていうと、今までそのどうしようもごもごでもって自分の中にでも続けていた自分が、そのデモからパーって解き放たれるということなんでやりたいことやってほしい、人生一回だから、死んじゃったらもう遅いんだから、もう好きなことやろう。もう響くかな、響いてるよね。好きなことそうだね。そう
もう誰が何と言おうと、社会の何とかプレッシャーとかもう関係ないから。だって明日もしさ、なんかすごい面白いのがあって、15億円あげます。はい。15億円あげます。か、これ受け取るじゃん、絶対。ありがとう。それくれんのありがとう。でも、その代わり明日あなたは死にます。いい。そう。いらんね。で、やっぱ答えるじゃん。はい。っていうのと同じだよ。簡単に言うと。そうだね。お金よりやっぱり生きてるってことの方が価値があるって。で、私たちは本当は分かってるはずなんだけど、やっぱどうしてもこの日常のルーティン化した過ごし方だったり、お金っていうのが毎月入ってくる安心感。これも社会が決めていること。だけど、それからもう解放されて、生きるんですよ。幸せそう。生きるって楽しいじゃん。もう人生最高なんだよって、そう、やりたいことをやると、本当にもっともっと思うから、やりたいことはやらなきゃダメですなんかちょっと付け足していい？もちろん。高校の時に、社会の歴史、日本史の先生が言ってくれた言葉が、すっごい今でも覚えてるんだけど。ここ後で達筆で書いてテロップ出して。はい。はい。be a driver. じゃあ日本語じゃない。大丈夫、大丈夫。書けるからね、テレグラフ。人生の運転手になろう。っていう言葉を言ってくれて、素敵。なんかこう、自分の人生は自分のものであって、誰のものでもないから、その自分の人生が進む道だったりとか、止まる時だったりとか、そういうのは自分の選択でしていこうっていうこと言ってくれて、もうほんと刺さったのね。その通り。それが本当に刺さる。なんかアンナがそういう解釈をちゃんとできたことが素晴らしいね。人生のドライバーは自分だけ。そう。本当その通りだね。誰にもその運転席を譲ったらいけないし。いけない。それが社会だろうが、誰だろうが、なんだろうが。あなたの人生はあなたのものだし。ね。それに尽きるね。そう。リナが言ってたことはそれだよね。それだね。したいことはしようとか。持続の人生。だからね。ね、本当にそうだよ。ね。そうだ、留学行きたいって思ってる子も、またなんか学生の子だったらさ、本当に両親にお願いしてとか、まあそういう環境じゃない子ももちろんいるけど、私の周りにも自分で全部バイトして稼いでいった子もいるし、社会人に、私はそうだった。私のパターンだと、その社会人になって夢叶えてお金貯めてから行けるとか、タイミングはね、人それぞれだと思うけど、もしやりたいって思ってるのなら、絶対この人生の中でやった方がいいかな。そうだね。まあ、最後の選択は自分だから、これを一つのアドバイスとして自分の中に、やつの勝手なアドバイス落とし込んでもらえたらすごい嬉しいなと思うし、そういうコミュニティを作りたいから、本当に一人目のゲストとしてリナがそういう風に発信してくれたことはありがたいです。こちらこそです。もう本当に I'm a lucky girl to meet you in my life。本当に、はい。ナマステー。私はちなみに10月にインドに行きます。あれれれそのことについてもちょっと。そうだね。なんかね、インドは人生で行くなんて一度も思ったことがなかったの、去年まで。はい。ただ、インドに行きたい。インドだって思って、それだけ、本当に。降ってきた。なんかよくいるじゃん。いや、言われたんだよね、宇宙からとか、言う人ちょっと、って思ったりもする時期もあったんだけど、本当になんか呼ばれる感覚はあるのね。そう、なんかインドに呼ばれて、そう、インドに1ヶ月修行しに行ってきます。これだよ。自分の好きなことを実現しようの。もう、見本っていうか、本当にそれを実行してるのはリナですね。自分に正直に生きていると、なんか、時が来るんですね。はい。あと、人と会うべくして会う。わかる。こういう出会いだったり、本当に会うべくして会うし、科学的な話をすると、ちょっとスピーキング苦手な方に対して、科学的な話をすると、うちらってこうやって表面だけ見てるとさ、もう物体だけど、こう本当はちっちゃい細胞の集まりじゃん。はい。で、それって
ブル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 ずっと震えてるわけ。だから、振動、周波数を出してるのね。うちらって勝手に。だって細胞だからね。ブルブルブルって。本当に細かい。で、それが、なんか、チャンネルと同じでテレビの。なんちゃんとなんちゃんって違うチャンネルじゃん。あ、ラジオか。この周波数あるじゃん。だから、ってなった時で気持ち悪い。でも、会うと心地いいじゃん。でそれと同じで動物、うちらも動物だから、同じ周波数を出してる人同士って心地いいんだって。不協和音にならないから。だから自然とそういう振動同士が集まるのを引き寄せって言ってるみたい。じゃあ、スピスピじゃないんだ。なんか全部スピリチュアルって言われることって結構科学的根拠に基づいてるなって思うから、すごい自分の中ではしっくりくる。感覚的にももちろんそうだけど、現実的な、わかる？現実な、このなんか科学とかに基づいてるってなるとちょっとなんか確かに、いや、もっともっとなるっていうか、ですね。はい。これでいいかな？でも結構いい話だと思っていっぱい話しちゃったね。はい。なので、まあ、アンネのことももっと出したいけど、私は。そんな恥ずかしい。まあなんかまあたまに自分もアウトプットをさせていただけると嬉しいかなと思いますが。こちらのトップス、こちらのズボン、正解を求めがち、うちらって。正解があるって思って答えが欲しい、じゃなくて答えなんてもうないから、NG ばかり出すじゃん。